皆さんこんにちは。リアルな日本語ポッドキャストのお時間です。私は日本語コーチのしおんです。今日もポッドキャストを聞きに来てくれてありがとうございます。はい、ということで皆さん、今日も4月がラストですね。早い。なんかこの前3月終わったばっかりだよねってこのポッドキャストでお話をした気がします。もう本当に1日って24時間だっけって思うくらい、もうあっという間に過ぎちゃう感じです、毎日が。皆さんはいかがお過ごしですか？ 4 月といえば日本は結構ね、新生活が始まるイメージがあります。ちょっとね、前のエピソードで詳しく4月についてお話をしたので、このエピソード聞いていただけたら、日本人にとっての4月の変わり目、新しいスタートの年みたいな意味がわかるかなと思うので、気になる方はぜひ聞いてみてください。はい。ということで私もですね、新しく目標を立てて、またこのポッドキャストも頑張りながらですね、今、日本語をね、オンラインでも教えている先生としても活動してるんですけども、これからまた生徒さんの新しい目標を立てたりとか、はい。そんなことをね、していきながら、今後も日本語のサポートをしていきたいなと思っています。はい。ということで、今はですね、日本は観光地なんですけれども、とってもホリデーシーズンの影響ですごく賑わっています。皆さんってゴールデンウィークって聞いたことありますか？なんかもしね、日本語を勉強してる方とか、日本に住んでる方がいればね、聞いたことがあるかもしれません。そして私ね、最近、ネットフリックスでワンピースを見たんですよ。皆さん見たことありますか？実写版のワンピースですね。はい。最近、見たんですけど、私ね、アニメの方は、本当は自分が子供の頃、小学生とかの頃に、アニメでワンピースを見ていたんですけども、中学生とかになって、部活動っていう風な活動をしていて、吹奏楽部に所属してたんですけど、吹奏楽ってみんなで音楽を演奏したりとか、そんなクラブ活動をしてたんですけど、それの影響で、アニメを見る機会がなくなっちゃって、高校の時もかな、見る機会なくなってしまって、私のワンピース、知ってるワンピースは小学校の中で止まっている。なので、海外に住んでる方だったりとか、生徒さんの方がワンピースのこと詳しいみたいな感じで、はい。いつもね、生徒さんから教えてもらっています。でもストーリーとかは大好きで、ネットフリックスシーズン1から実写版のやつは見ていたんですけども、最近ね、シーズン3かな始まって、シーズン2か始まって、今見ていたんですけど、すごく面白いですね。なんか、私はルフィみたいな、なんかリーダーが結構すごく好きで、自分もね、仲間のために、体を張って戦ったりとか、なんかそういうね、あと明るさ、天真爛漫ってよく言うんですけど、いつでもルフィって明るいですよね、なんか。仲間のことを思っていたりとか、すごくいつもポジティブで明るいイメージかなと思うんですけど、そう、それでネットフリックスで実写版のね、ワンピースを見ていたんですけど、その時に、ミス、ゴールデンウィークみたいな方がなんかキャラクターでいたような気がします。なのでワンピース見たことがある方は知ってるかな？どうでしょうか？はい。で、ゴールデンウィークって何かなっていうとですね、大型連休のことになります。はい。大型連休っていうのは1年間で一番長い連休になっていて、それが日本で言うとこのゴールデンウィークになります。今日はね、そんな日本の大型連休、ゴールデンウィークについて紹介をしていきたいなと思っています。はい、まずですね、ゴールデンウィークとは何なのかについてお話をしていきます。ゴールデンウィークっていうのは4月の終わりから5月の初めにある祝日が連続した連休になります。例えば4月29日は昭和の日、5月3日は憲法記念日、5月4日は緑の日、5月5日が子供の日、このように祝日がほぼ並んであるので連休になりやすいという特徴があります。
なので日本ではこの期間をまとめてゴールデンウィークと呼びます。はい、よくニュースとかテキスト、メッセージとかでは GW と略して書くこともあります。そしてちなみに日本ではたくさんの方がですね、このゴールデンウィークをワクワクと待ちわびている連休になります。例えば今年のゴールデンウィークどこ行くだったりとか、ゴールデンウィークに旅行行かないって旅行の計画をね、立てたりもします。私もファーストキャリアが銀行だったんですけども、銀行員の時、祝日がお休みだったので、ほんとゴールデンウィークが毎年楽しみでした。はい。ですね、そんなゴールデンウィークなんですけども、少し面白いポイントがあります。それは、年によって、毎年ですね、連休の長さが変わってきます。例えば、祝日と週末、土曜日とか日曜日ですね、がうまくつながると、5連休になったり、6連休になったり、7連休になることもあります。でも逆にですね、祝日と祝日の間に普通の日、平日が挟まるパターンもあります。つまりこの日はね、普通に仕事の日になってしまうと、連休がちょっと短くなったりするなんていう年もあります。なので日本では毎年今年のゴールデンウィークはどれくらい長いかなとか今年のゴールデンウィーク短いねとか、そういったことが話題になることもあります。日本のニュースを見てても今年のゴールデンウィークは最大何連休ですみたいな風にニュースになっていることもあります。そしてもう一つ日本らしいポイントがあります。それは有給休暇を使って連休を長くする方もいます。例えば、祝日と祝日の間に1日だけ普通の日、平日があるとします。そうするとその日に有給休暇、略して有給ってよく言うんですけど、有給を取る方もいます。で、有給休暇っていうのは何かというと、会社を休んでもお給料が出るお休みになります。きっと皆さんの国にも有給休暇あるんじゃないかなと思います。同じ仕組みがありますよね、きっと。この有給休暇を使うと5連休が10連休になる、そんなこともあります。そうすると海外に行く方、旅行に行く方だったり、遠くに旅行にする方が増えます。なのでゴールデンウィークは日本では旅行のシーズンになります。はい。そしてゴールデンウィークになるとですね、日本ではあることが起こります。はい。それはですね、日本中がとっても混みます。はい。とても混みます。例えばですね、観光地、例えば東京とか京都とかですね。はい。とか、テーマパーク、そしてショッピングモールなどはとっても人が多くなります。はい。テーマパークに行くと、東京ディズニーランドとか USJ、ユニバーサルスタジオですね。とか、などのテーマパークはもちろん、観光地で行くと京都とか大阪とか、私がもともと住んでいた北海道とか、今住んでいる沖縄とかですね。結構人気の観光地になるんですけど、たくさんの人が集まります。なので結構この時期はホテルが高くなったりとか、人気のご飯屋さんとかも予約でいっぱいみたいな、なんてこともあります。そしてですね、交通機関もとても混みます。交通機関っていうのはですね、例えば新幹線だったりとか、空港とか高速道路ですね。旅行の利用が増えることで、とっても混みます。はい。あとこれが増える原因がもう一つあって、日本では帰省ラッシュという言葉があります。これはですね、連休を利用して実家ですね、に帰る人が多いことを意味しています。実家っていうのは自分が生まれて育った場所だったりとか、お父さんやお母さんがいるお家のことを実家と言いますね。はい。ゴールデンウィークは旅行ラッシュ、帰省ラッシュになるので、交通機関がとても混んでしまいます。結構ニュースで毎年、高速道路が40キロの渋滞ですみたいなニュースもあります。40キロってすごいですよね。40キロ車がバーっといて、もう渋滞みたいな感じになっちゃう。これは毎年起こっています。はい。
そしてこの時期には観光地とかお店にとってはもう書き入れ時ってよく言うんですけど、お客さんがたくさん来ることを書き入れ時って言うんですけど、とっても忙しい時期になります。例えばホテルとかレストラン、観光地、テーマパークなどは繁忙期と呼ばれる時期になってきます。繁忙期っていうのはとても忙しい時期のことを意味しています。なのでゴールデンウィークの期間は観光地でね、働いている方たちはもうとっても忙しいと思います。なのでゴールデンウィークが連休の人たちもいれば、ゴールデンウィークが連勤、連続でお仕事しなきゃいけないという方もいらっしゃいます。これは仕事によって変わってきます。はい。私はもともと銀行員だったので、カレンダー通りにお休みがあったので、祝日はお休みでした。はい。でも私のお友達とかは、観光地で働いてる方とか、テーマパークで働いてる友達もいたので、その子たちはもう普通に仕事、もう、なんならいつもより忙しいっていう時期でしたね。はい。そういうね、働いてくれている方たちのおかげで、私が休みの時、みんなが休みの時は、そういった施設を楽しめるっていうのは本当にありがたいことだなと思いますね。はい。そして旅行する人たちは、とてもね、楽しい時間を過ごします。例えば、温泉に行ったりとか、テーマパークに行ったり、ショッピングをしたり、あとは家族とね、実家でゆっくり過ごしたり、そんな風に過ごします。日本ではね、ゴールデンウィークが終わった後に、そういえばゴールデンウィークってどこ行ったのみたいな、そんな会話もよくあります。はい。ということで、今日は日本の大型連休、ゴールデンウィークについてお話をしました。皆さんの国にはこういった連続した大型の連休あったりしますか？どうかな？多分国によって祝日の日数が違ったりしますよね。多分日本は多い方なんじゃないかな、祝日。うん。月に1回はあるイメージ。そして5月とか連休でたくさんあるので、日本は比較的祝日が多い国かなと思います。皆さんの国ではいかがですか？祝日は月に1回くらいありますか？それとも全然ないよみたいな国もありますか？ぜひコメントで教えてくれたら嬉しいです。そしてもし皆さんが大型連休あったとしたらどこに行きたいですか？はい。私はですね、大型連休があったら、海外旅行に行きたいですね。やっぱり私の生徒さんも、世界中にたくさんいらっしゃって、生徒さんからおすすめの観光地をね、聞くこともあるので、すごく行ってみたいなと思っています。はい。行きたい国はね、ほんとたくさんあって、数えきれないくらいあるんですけど、今年はどこかちょっと行きたいなと思っています。ちょうど私は今年からフリーランスになっちゃったので、大型連休とかは自分で作る形になります。会社員の方はさっき言ったように大型連休、祝日がお休みの方もいらっしゃいますし、有給っていうものを使って連休をね、作ることができると思うんですけども、私はカレンダーとか全く関係なく、祝日関係ないお仕事に今なっているので、自分でお休みを作るしかないんですけれども、ちょっとね、今年の前半は忙しくなっちゃうかなと思うんですけど、冬とかね、後半はちょっとどこか旅行に行きたいなと思っています。はい。女子旅も行きたいし、ゆっくり温泉旅行とかも行きたいなと思います。温泉は日本がいいかなと思うんですけど、ちょっと海外もね、行きたいななんて思っています。ぜひ皆さんも大型連休があったら何したいか、ぜひ教えてください。はい。ということで、日本の大型連休、ゴールデンウィークについて今日はポッドキャストのエピソードをお話ししてみました。ゴールデンウィークは4月の終わりから5月の初めにある日本の大型連休になります。祝日が連続して続くことで長い休みになります。そしてそれは年によって連休の長さも変わってきます。そんな特徴があります。さらに、有給休暇を使ってもっと長い休みにする人もいます。この時期日本では多くの人がね、旅行とかレジャーに行ったりとか、帰省、実家に帰るとか、そんなことを楽しみます。もし皆さんも日本人のお友達がいたら、
今年のゴールデンウィークは何したのって聞いてみてください。皆さんの国にもどうかな、ゴールデンウィークみたいなお休みがあったらね、ぜひ教えてほしいですし、どんなお休みなのかぜひコメントで教えてください。次回のポッドキャストでは、今日お話ししたゴールデンウィークの祝日の中から、子供の日について詳しくお話をしていきたいなと思います。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。またねー。